こんにちは。今日は襟ぐりからぐるぐると編んでいくだけの簡単なプルオーバーを作っていきます。ぐるぐると編んでいくだけなので、肩を剥ぎ合わせたり脇を閉じ合わせる必要がありません。この最初の鎖の数で襟ぐりの広さが決まります。あとはぐるぐると編んでいくだけなので、とても簡単です。よかったら試してみてください。今回使用する糸はダイソーさんのフラッフィーのピスタチオ。材質はアクリル 100%、40g で約123メートル。使用かぎ針の目安は7号。これを今回は7号と 7.5 を使って編んでいきます。最初の鎖だけ 7.5 を使って、他は7号を使って編んでいきます。他にはハサミととじ針とマーカーを使います。まず鎖編みをして輪にします。これが襟ぐりの広さになります。今回私は鎖を100目、約58センチになりました。襟ぐりの広さを変える場合や違う糸で編む場合には鎖の数を増減します。増減の仕方は作りたい長さまで鎖編みしたものを首元に巻いてみて、ちょうどいい長さだったらその鎖の数から4引きます。残りを3対2の比率の長方形にします。大体の目安なのでちょうどでなくても大丈夫です。その鎖4つと長方形のすべての辺を合わせると作り目の数になります。ややこしかったのでいくつかのパターンを書いてきました。ちなみに今回私が編むのはこの104目のパターンの少し肩の幅を狭くしたものです。まず鎖を100目編んでいきます。広さを変える場合にはそれぞれの長さにします。で、鎖を100目編んでいきます。太い方の針を使います。なければ7号でゆったりと編んでいきます。鎖編みが終わったらねじれていないか確かめてから最初の鎖の表から針を入れます。で、2本の糸の下引き抜きます。これで輪になりました。鎖を1つ、根元に細編み、隣にも細編み、表から針を入れます。で、2本の糸の下次も表の2本の糸の下次も
これで一周します。細編みで一周したら、もう一度ねじれていないか確かめてから、最初の細編みに引き抜きます。次は増し目をするところにマーカーをつけておきます。今糸が出ているところがここ。糸が出ているところにマーカーをつけます。次はマーカーとマーカーの間が18。マーカーの次から数えます。18飛んで19目目にマーカー。次はマーカーとマーカーの間が30。30飛んで31目にマーカー。次は18。マーカーの次から数えます。18飛んで19目目。で、次は30飛んで31目目が最初の細編みになります。こういう感じで増し目をしていきます。で、ここからスタートします。鎖を5つ。1、2、3、4、5。根元に長編み。3本のうち2本から引き抜きます。もう一度引き抜いて長編み。これで鎖5つと長編みが1つ。次からは長編みをしていきます。隣の細編みの上に長編み。次も長編み。次も次もこのまま次のマーカーの手前まで長編みを続けます。マーカーの手前まで編んできました。マーカーのところには増し目をします。長編み。鎖を2つ。1、2。同じところに長編み。次からは一つに一つの長編みをしていきます。でこの
長編みを次のマーカーの手前まで続けます。次のマーカーのところでも同じように増し目をします。長編み、鎖、1、2、同じところに長編み、次からはずっと長編みをしていきます。で、次の増し目のところも同じように増し目をしていきます。で、ぐるっと最初のところまで編んでいきます。スタート地点まで戻ってきました。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目。この三角に針を入れて糸を引き出します。これを引き抜きます。ここから鎖を5つ。2、3、4、5。三角に針を入れて長編み。これで増し目ができました。次からまた長編みをしていきます。次はここではなくてここに長編みをします。次はここ。次はここ。このまま次の増し目のところまで長編みを続けます。次の増し目のところまで来ました。ここにも長編みを1つ。三角に針を入れて長編みを1つ。鎖を2つ。三角に長編みを1つ。次また長編みをしていきます。で、次の長編みはここではなくてここに長編みをします。で、このまま次の増し目のところまで編んでいきます。次の増し目のところもさっきと同じように、まずここに長編み、三角に長編み、鎖2つで、また三角に長編み、次の長編みはここ。で、次も
このまま次の増し目も同じように編んで、スタート地点まで戻ってきます。スタート地点まで編んできました。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。次は4周目。4周目以降は3周目と全く同じように編んでいきます。三角に針を入れて、糸を引き出して引き抜きます。鎖を5つ、1、2、3、4、5、三角に長編み。これで増し目。次はここに長編み。次も長編み。で、このまま次の増し目のところまで長編みを続けます。次の増し目も3周目と同じです。で、ここに長編み。で、これを繰り返してぐるぐると編んでいきます。糸が短くなったら新しい糸に変えます。途中までの長編み。この2本を新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。ここからは今の糸端をこっちを編みくるんでいきます。長編み、針の上に乗せるようにして編みくるんでいきます。この糸端はある程度編みくるんだら切っても大丈夫です。こっちは同じように編みくるむとちょっと目立ちそうだったので、後でこっちにとじ針で隠していこうと思います。最初の細編みを含めて21周編んできました。長さは約 21.5 センチ。これはちょっとゆったりめのサイズです。で、これを実際に体に当ててみて、脇の下を鎖編みでつなぐので、あと3センチか5センチぐらいプラスして、この状態でちょうどいい長さになるまで編んでいきます。もう少し少なくしたり長くしたり調節します。糸は切らずに置いておきます。次は新しい糸でこことここをつないで筒状にします。で、腕が出るようにします。ここが短い辺、長い辺が前と後ろになります。短い辺の端と端を
合わせます。こことここをつなぐのは、糸玉の外側から糸を出して、これを使いたいと思います。こっちはそのままにして、三角に針を入れます。で、新しい糸、糸を引き出してしまいます。で、一回結びます。もう一度三角に針を入れます。で、糸を引き出して、鎖を5つ、ちょっとゆったりめに編んでいきます。これはいくつでも大丈夫です。こっちとつないで体に当ててみて、きついようでしたらこの鎖の数を増やします。で、大きいようでしたら減らします。とりあえず5目で編んでいきます。こことここを合わせます。こっちの角の上からで引き抜きます。くっついたら鎖を1つ、糸を切ります。で、体に当ててみてチェックします。反対側も同じようにつなぎ合わせます。元の糸に戻ります。で、ここから長編みをしていきます。ゆるい鎖を1つで、根元に長編み、この鎖のここ、鎖の下から3つ目のところ、ここに長編み、これが1つ目の長編み、マーカーをつけておきます。次は三角の中に針を入れて長編みをします。次はこの鎖のこっちが2本でこっちが1本のところ、ここに針を入れます。こっちが2本でこっちが1本、ここに長編み、次も同じようにこっちが2本でこっちが1本、次も
長編みが、この鎖の上に長編みが5つ。次は三角に長編み、で長編みの上に長編み、このまま反対側まで編んでいきます。ぐるっと編んできたら最初の長編みに引き抜きます。さっきと同じように鎖を1つ、根元に長編み、マーカーをつけておきます。次からは1つの長編みに1つずつぐるっと長編みを編んでいきます。このままぐるぐると編んでいって好みの長さになるまで編んでいきます。ネックラインから測って約45センチで、鎖を編んだ脇の下から測って約24センチ、段数で数えると21段。この長さは好みなので好きな長さにしてください。次は引き上げ編みをしていきます。引き上げ編みをします。まず鎖を3つ、3つ目にマーカーで、今鎖が出ているのはちょっと太くなっている最初の長編み、この隣の2本目から引き上げ編みをしていきます。1本目、2本目で、2本目の長編みの表から針を入れて表に戻ってきます。これを長編みでします。絡めて、で2本目、3本になったら2本ずつ引き抜きます。これで表引き上げ編み。次は裏から針を入れて裏に戻ります。長編みで絡めて、で後ろ、裏からで裏に戻ります。引っ掛けて2本ずつ引き抜きます。でこの表と裏を交互に繰り返していきます。次は表、次は裏、
またでこれで一周します。一周してきました。最後は表になります。最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで引き上げ編みの1周目が終わりました。次は2周目。同じように鎖を3つで、表の上に表を編んでいきます。ここの下、ここに針を入れて引き上げ編み、次は裏に次は表、次は裏、下と同じように編んでいきます。これで一周します。同じようにして引き上げ編みを3周編んできました。最初の鎖に引き抜きます。もう一度鎖を編んで糸を切ります。これを隠します。次は袖を作ります。左右どちらからでも大丈夫です。脇の下の鎖の真ん中、糸を出してしまって同じところにもう一度、ここから大きな鎖を一つ、同じところに長編み、編みくるめる場合はこれを編みくるんでいきます。面倒な場合は後でとじ針で隠していきます。一つ目の長編みにマーカー、隣にも長編み、
次はこことこことここで未完成の長編みを作って一度に引き抜きます。こことこことここ、未完成の長編みは絡めて2本から引き抜いて、これが未完成の長編み。次も同じようにここに未完成の長編み2本から引き抜きます。もう一つこれで長編みと未完成の長編みが3つ。これを一度に引き抜きます。これで減らし目。次からは一つの長編みに一つずつ長編みをしていきます。で、ぐるっと編んで、ここまで編んでいきます。反対側まで来ました。こちらでも同じように、こことこことここに未完成の長編みを作ります。まずここ、次はここ、次はここ、鎖の端、これを一度に引き抜きます。これで減らし目。次はここ、鎖の端から2つ目、普通の長編みで、最初の長編みに引き抜きます。で、次はまた大きめの鎖を一つで長編みを編みます。ここからは一つの長編みに一つずつぐるぐると編んでいきます。これで一周します。ぐるっと編んできたら最初の長編みに引き抜きます。で、また同じように鎖を一つと長編み、このまま長編みを繰り返します。で、好みの長さになるまで編んでいきます。だいぶ短めなんですが、3周で終わりにしようかなと思います。長さは約 3.5 センチ。最後に細編みで一周します。と、鎖を一つ、根元に細編み、次も細編み、次も
このまま細編みで一周します。細編みで一周してきました。糸を切ります。引き抜きます。で、これが最後の細編み。これが最初の細編み。最初の細編みに針を入れます。手前から向こうに針を入れます。で、戻って最後の細編みに上から針を入れます。で、向こう側、ついでに下の編み地も通って、で、これをほどけないように絡めて、で、反対側も同じように袖を編みます。で、あとはこの出ている糸端を全部隠していきます。サイズを測ってきました。上から下までは53センチ、袖を含む横幅は68センチ、襟ぐりから裾までは49センチ、横幅は48センチ、襟ぐりは62センチの袖は36センチ。こういう感じに出来上がりました。とっても可愛くなったと思います。で、これはお好みで襟ぐりをもっと広くしたり、袖をこのまま長くしていったり、あと裾ももっと長くしていったり、とってもアレンジが簡単なので、よかったら作ってみてください。使った糸は5玉と半分使いました。重さは約 220g になります。最後までご視聴ありがとうございました。